いかにも僕はルーサーだが、いきなり人を呼び捨てる君たちは誰だ？そう多くないはずなんだがね。僕の顔と名前が一致するものは、例えばそう、ルツの手のものとかね。兄様、違います。この方は私が追われていた時助けてくださった恩人です。資料が浅いよ、ハリエット。それも作戦と考えなかったのかい？潜伏先を突き止め一網打尽にするね。兄様。分かった分かった、そう怒るな。王位継承権保持者が叫ぶものではない。それを言うなら兄様だってそうです。僕は継承権を剥奪されているだろ。故に思考や行動、そして研究内容を縛るものは何もない。そうか、これアルマさんの言っていたあれですよ。宇宙の記憶がしっちゃかめっちゃか。アカシックレコードの見てる夢だから何が起きても不思議じゃない。けどよりにもよってルーサーがハリエットさんの兄ってむちゃくちゃにも程がありますよ。何ですか？ふむ、伝承にある妖精の姿そのままだね。そしてそちらの君、なるほど、これまた伝承の通り異世界からの来訪者のようだ。そんなのわかるんですか？僕は魔術研究の第一人者。君たちのマナの流れを見れば一目瞭然。明らかにこの世界の人間と違う。それにここは召喚を行う世界。僕はそれの使い方を見出したものだ。そんな僕が異世界の存在を信じなくてどうするんだい？それにしても君、その姿でジンゴを介し、さらに飛べるとはねえ。伝承にあるとはいえ実に興味深い。よければ研究されてみないかい？住む世界違っててもやってること同じじゃないですか。助けてください。ふむ、そうだね。では本題に入るとしようか。戦争の原因、この国の現状について聞かせてあげようじゃないか。すべての原因はこの花エフィメラにある。この花の効能についてはすでに聞いているだろう。魔術の触媒として用いることでその効果を劇的に向上させると。いかにも。これによって人の身では到底不可能とされていた奇跡じみた魔術すら行使可能となった。勝手に世界に咲き乱れ、種子もつけず花弁も落ちれば霧のように消えていく不思議な花。神からの贈り物と形容されることもあったね。だが事実はそれと全く逆。使い続けることで精神を蝕み、徐々に世界を狂わせていく魔性の花。形容するなら悪魔の契約だ。精神を蝕む？それはどういうことですか？言ったままだよ、妖精くん。エフィメラの生み出すマナを取り込めば精神が徐々に蝕まれていく。エフィメラを用いた魔術を使えばそれは知らず知らずに進行し、やがて
正気と狂気の区別も失う。自己と同一のもののみの許容、他者を排除するための思考しかできなくなるのさ。宰相ルツもおかしくなり、国王を殺し国を乗っ取った。そして現在というわけだ。まるでダーカー因子の侵食ですが、エフィメラの起源が深淵なる闇にあるなら、それも不思議なことじゃありません。エフィメラを使い続けると精神が蝕まれていく。それが事実なら大変脅威です。でもあなたはそれをどうやって突き止めたんですか？それは魔人城の召喚術を作ったのは僕だ。それでおかしくなった奴らを僕は何人も見殺しにしてきた。違うんです。兄様はただ魔術発展のために。釈明は不要だよ、ハリエット。研究発展のため多くの人を犠牲にした。それは罪であり、だからこそ僕は王位継承権を剥奪されたんだからね。そして今僕の研究成果によって世界が蝕まれている。それもまた事実だ。世界の発展のためと言っても信用してくれないだろう。研究するべき対象がそこにある。研究を続ける理由はそれだけで十分だとは思わないかい？人が蝕まれていく様を眺めているだけだった僕自身が一番おかしいのさ。ハリエットがいなければおそらく僕はルツと同じような道をたどっていたはずだ。確かに魔人城を生み出してしまったのは兄様です。ですがあれを撃破するための召喚術バスタータワーを作り出したのもルーサー兄様なのです。もっともその研究のせいでルツには命を狙われることになってしまったようだがね。他国への魔人城技術の漏洩に始まり、狂言、風雪ルフ、国家転覆に等しい研究、他にどんな冤罪が並べられてたかな。エフィメラが発見されたのは私たちが生まれるよりも前、数十年前のことです。その効果は絶大なものでしたが、世界を変えるほどではありませんでした。しかしルーサー兄様の見出した新たな召喚術魔人城はこの世界の戦のありようを変えました。各国は国境線上に魔人城を召喚し、互いに攻められない状況を作り上げ、ただ睨み合いを続けるのみ。攻め込めず戦火は広がらない。無駄な血も流れない。平和に見える世界の出来上がり。そういう意味では何者かによる魔人城技術の漏洩は無駄ではなかったと言えるのかもしれないね。だがそれは表面上のみ。これは緩やかな破滅への一歩だ。エフィメラが人を狂わせるから？そう。エフィメラを喰らい、その因子をまき散らす魔人城を僕たちは破壊し尽くさねばならない。そのために僕はバスタータワーを生み出した。魔人城の持つ魔人結界を破壊できる対抗召喚術としてね。ただそれを扱うにも当然大量のマナが必要となる。しかもエフィメラ抜きでね。常人に扱いきれるものではない。ハリエットや僕にだって無理だった。ところが君はそれを使いこなした。そして魔人結界を破壊し、魔人城すら打倒してみせた。さらに君たちはバスタータワーの召喚を独自の技術で解析し、再現すらしてみせた。しかも同時にいくつも。これを救世主と言わずに何という？
なぜか咲き始め、なぜか触媒となり、なぜか召喚の性能を引き上げる。そんな夢の塊は存在しない。あの花は使えば使うほどに世界を歪め、人を狂わせる魔性の存在だ。一刻も早く排除しなければならない。ルーサー兄様。ルーサーの顔をしているのでたびたび戸惑いますが、あの人の言ってることは正しいですね。世界を歪めるあだ花エフィメラ、あなたのフォトンで消滅するこの花、前にも試したと思いますが、これダーカー因子の結晶です。深淵なる闇の一部と見ていいです。エフィメラのせいでこの世界にくっついてる深淵なる闇が活性するとしたら、とても放ってはおけません。ハリエットさんに協力するという判断は正解だったみたいですね。